そこにもね一軒あるんですけどね、ちょっと行ってみましょう。これ何これ、薬でも入り口がねどんな状態かって言ったらねすごいですよ。うわー、これ斜面ですよ、これ斜面ね。うわあ、まだ崩れてないんや。ね、こんなね。めちゃくちゃ倒壊してますね。こんな感じですもん。どこが表か分かんないですね、これね。さっきの斜面の方が表と思ったけど違ってたし、これ裏ですね、でもね。すごいな。まあ、凄まじく倒壊してます。仏壇はね、位牌とかないからあれなんですけどね、ちょっと荒れ果てですね、これね。かなり立派なお仏壇ですよ。今のはね、多分違う音です。観音様かな。無料
懐中電灯の山、懐中電灯の山、割と中はね、近代的な感じですよね。開かないです。すごいなこの窯ね。エロ小説式道修行とか書いてある。エロ小説か。やっぱりそうかな。そうかもしんないね。こういうのは関東カラーを見るとね、何かわかるんですよね。やっぱりその手のやつですね。レトロな。はい。うん。さっきのとことそんなに変わらないかな。ゾクゾク感っていうのはね。うん。
誰かいるかな。なんかね、誰かいたらお願いします。いてもおかしくない雰囲気ですね。ここもやっぱりね、その冬揺れ、いるとしたら冬揺れ。ここにね、ひょろひょろってやってきて、住み着いてる何かがいる感じ。いるねだ、ちょっとね、出てきてもらえますかね。こっちの部屋ですね、やっぱりね。ゾーッと来るのは。こっちです。特にこの、ここかな。ゾクゾク来る。こっちの部屋やな。特定はできるんやけどね、その場所のね。はがき領収書。なんこれ。泣いてんのか。こっちですね。ここのタンス。タンスじゃないな。これはなんだ。なんか週刊漫画で見たことあるな。こうなんかサラリーマンが見て喜ぶようなやつですね。電車の中でね。カムイ、これもしかしてカムイやな。古いな。朝日芸能ってなんか見たことある。はい、これ2軒目なんですけどね。ちょっとね、この部屋気持ち悪いんでね。今真っ暗です。ライトないですね。ライトついてないです。はい、誰かね、この部屋に誰かいるでしょ。ちょっと出てきてもらえますかね。真っ暗にすると怖いですね、やっぱね。音とかね、足音とかなんか、特にね、こう肉耳で何か聞こえること今ないんですけどね。この部屋なんですよ。もしかしたらここね、なんかね、貼ってあるのとかね、仏壇にかけてあるのとか結構なんかね、いいもんっていうかね、割と祀ってたような感じするの、すごくね。ここでね、なんていうんですかね、もう証拠抜いててもすごくここでの念がね、
強いんじゃないかなと思う。こうお参りっていうか、こう拝んだりとかねやってるのがね、ここすごく強く残ってる感じがするね。だからここになんか気配を感じるんですけど、霊じゃなくて念が残ってる可能性があるね。すごくね。ちょっとここは定点してみましょう。何か起こるかもしれないですね。俺どこ行こうかな。出られないのこれな。じゃあちょっとね、ここでね定点します。なんかね、聞いてくださいね。こんなん残ってるでしょ、結構ね。わりかしね、かなり祭ってたんですよね、これね。かなりね。これなんかわかんないですけど。なんか聞こえるかな。とかでなんか言ったような気がするけど。結構祭ってる感じ。ちょっとね出ていきますね。はい、定点終わります。まあ外にいる時は何ともなかったんですけどね。ここでね何か起こってればいいですけど、まあ思念がねここに残ってるんじゃないかなって僕の感覚では、そんな感じですね。まあ、思念があるとこってね、そいつを餌に来る幽霊いるんでね、そういうのでここにいるっていう人がなきにしもあらず、思念そのものが残っててもゾクゾクするんでね。ゾクゾクする。はい。でそれではね、これが最奥なんですね。一番奥なんです。でまだもう一箇所ね、これ反対側の山に上がっていきますんでね。はい。目的のものは、マリア観音です。私は今日はそれを見に来て、マリア観音に出会うためにやってきました。はい。それではね、次行ってみましょう。この辺はね、非常に感じるものがありますね。すごいですね。なんかゾクゾクします。やっぱりこれね、こういうのをきちっとやってるとこってね、やっぱここでね拝んでるんですよね。すごくね。なんか声聞こえた今、ふって。
さんもやっちゃった。はい、本気ね。はい、それではね、失礼します。